チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。メイクセンスキュピーンというわけで、前回はカンボジアに行ってまだ日本に帰ってきて間もないんですけども、早くもですね、次の目的地へと向かうためにここ成田空港にやってまいりました。今回の目的地 US ポーカーオープンという新しいトーナメントシリーズに出場することに決めました。 US ポーカーオープンっていうトーナメントなんですけど、ラスベガスで開催されるトーナメントです。開催場所はアリアポーカー号スタジオです。なんか聞き覚えないですか？年の最初に横澤さんが優勝したスタジオですよね。覚えてますか？ PGT ってリーダーボードシステムがあるんですよ。普通トーナメントって1回優勝したらそこで終わりなんですけど、なんとこの PGT はですね、1年を通してランキングを競う形式になっておりまして、インマネしたりとか優勝したりとかするとポイントが加算されていって、上位40人まで残ることができるとですね、なんと100万ドルのフリーロールに参加することができます。すごくない？賞金100万ドルの大会にタダで出れんだよ。しかも40人だからね。1人2万5000ドル期待値あります。僕今何位だと思いますか？ PGT リーダーボード。この優勝してだいぶポイントみたいな稼いだっていうのは知ってるんで、ちなみに僕も知りません。今見てみましょう。マサと横澤はレレ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 でん32位です。おー、でもギリギリ40 40には入ってる。年間を通してのトーナメントですので、40以内にキープしなきゃいけないんですよね。実はこの2ヶ月3ヶ月の間にもどんどんね、新しい大会が行われちゃってるんですよ。なるほど。やっぱどうしてもね、アメリカ住んでる人が有利ではある、正直。だって出れるんだもん、全部。我々アメリカに入国するときはエスタっていうので入国してるんですけども、連続する90日間いちゃいけないっていうルールがありまして、ずっとは入れないんですよ、僕らアメリカに。まあそういう兼ね合いもあって、 PGT のトーナメント出れなかったんで、今回はですね PGT のツアーとなっておりますので、リーダーボードの順位を上げるのを目標にしようかな。まあ、約2週間ぐらい、トーナメントがあるんですけど、トーナメント終了時点で順位が32位より上になってればクリアということにしましょう。何もしなければ多分すごい40位以下に絶対なっちゃうんで、しかも今回もですね、ハイローラーばっかです。5000、1万、1万5000、2万5000です。今回はですね、相場インミニマム10万ドルからとなっております。今回最低でも1500万円以上はトーナメントに今回出ようと思っているので、いつも以上に気合を入れてやっていきたいなと思っております。というわけで我々の決戦の地ラスベガスに向かっていきましょう。レッツ PGT。待つしかない感じですか？待つしかないです。終わった終わったかもしれない。はい、あ、すいません。わかりました。どうした？いや、なんかエスタっていうのがはい、ありますよね。あるじゃないですか。まあビザみたいなやつね。ビザをはい、取ってたんですけど、その WSOP 来てたじゃん。そう WSB6 月に取って2年有効でしょ、あれ確か。はい、2年有効で思ってたんですけど、大丈夫じゃん。 8月に僕パスポートを更新して、あ、いや更新したらまた再度取らなきゃいけないっていう知らなかったってのに気づいて、直前に気づいたんですけど、昨日の本当に今ちょうど24時間前に気づいて急いでやったんですけど、まだ僕だけ来てなくて、なんで？普通 2,3 時間で来るけどね。なんからしいってのも何となくしてたんですけど、ちょっともしかして横澤さんに先に一人で行ってもらうっていう、おい、本当すいません。やらかしてんな。いや、大やらかしですこれは。でも大丈夫です。今までのちょっと反省を生かして、着いてすぐトーナメントがきついということを最近分かってきたんで、次の日からトーナメントに一応なってるんで、1日遅れてくるってこと？まるっと1日ぐら丸い。1日遅れ。多分トーナメント俺が始まってから数時間後には来れそう。まあちょっときついかもしれないけど、いやいや、僕は全然申し訳ないです。確かにエスタってパスポート変えたら変えなきゃいけないっていうのは確かにちょっと盲点かもね。みんなも気をつけてほしいよね。これアメリカ行く人は必ず申請必要なんで。俺も今までエスタの更新忘れあったんだけど、あ、そうなんですか。空港着いてから間に合ったんだよね。30分1時間ぐらいで普通に申請通って。でもこういうこともあるんで、エスタはもう1週間でも2週間でも前にやった方がいいですね。そうですね、すいません。じゃあ僕は先に行くんで、カメラだけ貸していただいて、はい。昔ながらのこのスタイル、 YouTuber スタイルで先にベガス行って待ってます。気をつけてね。横澤さんこそ本当に僕も祈ってます。ついてね、ちゃんといいけど、明日には来てね、ちゃんと。明日には来ます。グッドラック。グッドラックです。というわけでラスベガスの空港に到着しました。久しぶりの感じですね。このインカメで回しながら歩くのも何年ぶりって感じの感覚なんですけど、で改めてあれですね、スタッフさんのありがたみに気づきますね。大変ですから、やっぱポーカーしながら動画作るっていうのはなかなかね。ポーカー YouTube やっぱ両立できてるのは横澤チームの皆様がいてくれるおかげですからね。グッドニュースがさっき LINE で届いてまして、カメラマンのエスタですね、申請してたやつが承認されたという連絡がさっき来まして、無事にですね、明日の飛行機でラスベガスに到着できるっていうことなので、ギリ耐えということで、不幸中の幸いってことですね。やっぱ皆さんはね、このことから学べるのは、飛行機の予定、これはですね、余裕を持って1日前ぐらいには会場入りできるようなスケジュールを組みましょうという教訓と、エスタのせいでアメリカに入れないっていう話、これ初めてじゃないんで聞くのもう忘れずに皆さん確認するようにしてください。ででーんというわけで
ホテルに到着しました。今回泊まるホテルはですね、ハゲとるやないかい。はい、ハゲはハゲか。今回ですね泊まるホテルはですね、こちらパーク MGM ホテルというホテルに初宿泊ですね。前回 V ダラ泊まってめっちゃ良かったんですけど、お高い、ここの倍ぐらい値段がしたんで、やっぱ節約大事ということでね、今回はパーク MGM に泊まりました。初めてのホテルなんですけど、おそらくすごくいいホテルだと思うので楽しみです。行ってみましょう。今回とってデジタルキーっていうのがあるんですよね。もうチェックインせずにアプリで直接部屋に入ることができるっていう仕組みでして、これめっちゃ便利だよね。なんか全部のホテルこれでいいじゃんっていう。なんかすごいかっこいいじゃん。いいホテルじゃん、めちゃくちゃ。というわけで今回泊まる部屋です。入室、デジタルルームキー。ででーん。おー、綺麗じゃない。やっぱ MGM 系列はクオリティ高いね、ホテルの。いいですね、なんかおしゃれに絵が飾ってあって。これ皆さん気をつけてくださいね。これ水ね、タダだと思ってね飲んじゃう人いるんですけど、これバカ高いんで、これ1本本当に10ドルとかすると思います。これね、気をつけてください。下で買った方が全然半額ぐらい安いんで。おー、綺麗、めっちゃすごい。水圧もチェックしましょうか。うわっ、水圧チェック。一人なんでやっていきます。 Wi-Fi の速度はというとですね、おー、全然早い、全然早い。星3って感じですね。シャワー星4、Wi-Fi 星3ぐらいは上げれるんじゃないかなっていう。しかも1泊の値段もね、かなり安かったんですよ、実は。1泊全部込みで180ドルだったんで、安いっすよね。はい、というわけで飛行機の中で一睡もできなかったので、明日朝早起きして時差ボケもあるんでね、万全の状態で昼からトーナメント戦えるような体にセットアップしていきたいと思います。おはようございます。 US ポーカーオープンですね、初日です。今回のトーナメントは約10日間ある、トーナメントになっております。参加費がですね、初日からどんどん右肩上がりに増えていくトーナメントになっておりまして、今日だけ5000があって、明日から1万で、1万が数日間あった後に1万5000がまた数日間あって、最後が2万5000。まずはね、インマネしてグッドスタートを切りたいなというふうに思っているんですけども、横澤最近ポーカーのプレイスタイルをちょっとずつ改善してまして、自分のポーカーのプレイがね、どんどんこう変化してってるんですけど、正直言って調整がどこまで終わってるかはちょっとやってみないと分かんないというか、プレイを固めていくっていう作業が今日は大事になるかなというふうに思っております。というわけで到着しました、ポーカーゴースタジオ。最初に来た時はですね、緊張するというかアウェー感のあるこのポーカーゴースタジオでしたけども、もうすっかり慣れたもんというか、ホーム感がちょっと出てきましたね。お、なんか見て、すごい。前回の PGT とは全然違ったまたセットですね。カメラの台数めっちゃ多い。そんですごっ。というわけで早速ですね、5000ドルのトーナメントプレイしていこうと思います。例に習ってなんですけども、早く参加することによって400ドルお得になるっていうね、ダイナミックな割引を受けられますので、気合い入れてやっていこうかなと思います。おそらく3時間4時間後ぐらいにはカメラマンが到着すると思うので、それまでにチップ数を増やしておきたいですね。12万5000点スタート、18万点ぐらいまで増やしておきたいですね。 1.5 倍ぐらいまで増やして、遅かったじゃねえかと、チップ増やして待ってたよっていう風にね、言えるようにやりたいかなと思っております。というわけで 5100US ポーカーオープン一発目やっていこうと思います。レッツやっぱ来たか。いや、すいません、遅くなりました。トーナメント開始から今でも3時間ぐらいしか経ってないです。どうですか。12万5000点スタートで、はい、18万あります。おお、増やしてる。18万まで増やしたいって言いながら18万になってます。お、順調っていうことですか。ただですね、このトーナメントマックス2回までリエントリーができて、3回出ることができるんですよ。1回のトーナメントにこれ3発目です3時間の間に2回取りました。これラストチャンス。これラストチャンスです。両方ともフリーフロップボールインで、しょうがないはしょうがない。でもこれすでに1万5000ドル投入済みです。ちなみに僕はもうさっきからずっと来る前までに3回飛んじゃったらどうしようってずっと考えてましたよかった、来てくれた本当に安い。本当しかもチップも今回増えてるし、そういう意味で言うといなくてよかったよ。1回目と2回目ちなみに卓はどうですか。辛いです。PGT あるあるなんですけど、ポーカーゴスタジオでやるトーナメントはね、有名人いっぱいいるんですから、もう何十億って獲得してるやつがいっぱいいますね。なんですけど、俺は好きかな、やっぱね、トータル。正直カンボジアのトーナメントの方がレベルは全然低かったのよ。はい、レベル低い方がいいじゃんって思うかもしれないけど、特にやっぱ最近横澤はね、器をでかくするということにすごいこだわってるんですよ。もちろん勝つことは大前提超重要なんですけど、今年の抱負が昨日より強い自分になり続ける。かっこいいですね。ポーカーに関して
弱いプレイヤーとやって成長しないよりも自らわざと厳しいところに行って自分を強くしていった方が、結果的に長期で見たらいいんじゃないかなっていうのが最近の考えなんですよ。幸いねひいひい言わなきゃいけないほどの軍資金でもないし相手は強いけど、楽しいよねやっぱね、期待してください。マジで期待してます。ブレイク33万。おお、めっちゃ増えた。なんかうまくいったな。ありがとうな、来てくれて。取れてよかったです。いや本当になんか来てからずっとポット取ってるマジで。最初の2回カットでなかったことにできないいやこれが一発目。いやリアルで見に来ました。リアルで残り63人まだ優勝しちゃいますか。集中していきましょう。集中集中。集中。C2 right here. C2. That's it. 10 seconds. It's gonna. Here's the turn. Okay, that's 18,000. It's gonna make the ball right there. Back here. Back here. 45. They're gonna let. だからこれ12リードしかなくなっちゃった。厳しいね。ステップバイステップですね。こんだけハンドもらってもワンパンやな。オールイン強いっすよ。オール強いね。2025年はオール強いです。残り34人で38万点まで増やしたので、はい、これは事実上今日はもうプラスになりました。12万5000スタートで3倍以上になって勝ちです。その境地わかんないです。ちょっとそのケチわかんない。ちょっとわかんないです。それ考えてもいいよ。今日始まった時点で残り34人38万点でスタートできますけど1万5000ドルってどうですかって言ったらお願いしますってことね。確かに。確かに。絶対そうでしょ。なんなら2万ドルでどうですかって言われてもまあいいかって思うぐらいのオファーですから、事実上だからもう5000ドル勝ってるみたいなもん。残り15人という。
7人で今ねだって。ちょっときついな、30万点は。いや、行ったか残り4人。アベレージあるわ。70万点。あいやこりゃあるでこりゃ。Now we have it all in. We got another all in. Three-way action on here. Ah, you go. Here we go. はいや All right, Jack. Seven. Oh やばいねこれ。ちょっとオールイン強いとかのレベルじゃないかもしれない。これは遠いものを見たわ。今のエースキングの人大人だな。本当言わずに去っていったな。本当ですよね。俺だったらあーって言うわ絶対。90万点持ちになったんですけど、すごっ。このテーブルなんかやたらショートが多くてはい。たっぷりですねこれは。つまり絶対に飛ばない状況です今。それなりに暴れられる。それなりにね。ハンドフォーハンドです。一人。今のところ絶対に飛ばないってことか。でもあれだな、やつがやつにだけ飛ばされる可能性があります。 We got a raise. Check over there. Now the dead. Check. 180, the man said. That's a check break. Check. 飛びかけた。今8で飛んでます。 All right, congratulations, guys. Congratulations. You guys look like not like very happy. 今ねしたのになんかみんなおとなしい。めっちゃ静か。こんなことあるんですか。人生インマネ史上一番静かだ。めっちゃクールなんですけどみんな。いナイス。やです。まあまだマイナスなんだけどね。悲しいことに確かに。 12位までいかないとプラスにならない。22であるしね言うて。全然いける全然いける。Boys in Japan are loving that one. Yeah. I'm riding so good today. 横川オールイン強え今年。マジで。105万。あ、105万。 105万。あれってオールイン勝てりゃ負けねえな。確かに本当そうですね。残り2択になりました。これ2択。気づけばプラスになってますね。そうですよ。残り11人で1万6000ドル。なんなら1人飛んだら1万9000ドル。でかい。
ていうかファイナル行きたいね。8人までですか。7からファイナル。7なんですね。初戦からファイナルに熱い人。初戦からファイナル熱いね。 Hey, good, how are you? Trying. Time extension. 残り9人でまだハンド4ハンドになったんですけど、1人飛んだら6000ドル上がります賞金。6000急に90万もらえます。6000って一番いいよりでかいからね。確かに。平均飛行だけど頑張ってます。あと1人ファイナルをすごい。賞金上がりました。6000ドル。ファイナル一歩手前でなんてボード出すのよ。ひどすぎないですかちょっと。25800ドルいいんじゃないですかスタートとしては。ファイナル行きたかったな。まあでも最後のハンドはもうあんなボード開かれちゃったらしょうがないよ。まあどうやっても飛んでますあれは。そうっすね、ついてましたね十分ね。ラッキーウィンということでファイナル行けなかったけど、まだまだ USP は始まったばっかですから。出だしとしては悪くない。グッドスタートです。ポイントも多分結構稼いだと思うんであれ。ファイナル行きたかったな。でまた明日も当然ありますもんね。明日ももちろんあります。なんなら今日5000だったじゃないですか。明日から1万なんですよ。でかんぱい。まあなんで取っといたということにしましょうか。ファイナルはグッドゲームでおす。疲れ様です。イベント2に出場しようと思っております。参加費なんと1万ドルに増えます。彼は有名ですね。ステッチドです。ロニース。Hello guys。何をできましたね。人生初動画って考えてる。あ、もうそうなんですか。こういうのがあるから PG って言うんですね。